3、2、1。ハローハローハロー、ニコリョウチャンネルのニックとりょうです。で、今回は新コンテンツ、ニコリョウサロン編です。はい、スタート。はい、いらっしゃいませ。ニコリョウサロンへようこそ。さて、ニコリョウサロンは何かと言いますと、私たち、僕らがその独自に気になってること。そう。あとはなんか話してみたい方、LGBTQ とイギリスの分野の中の人たちと話しちゃおうという企画になります。そう。ね、で、今回第1回目のゲストは、ミスターゲイジャパン2020のファイナリストの吉田孝也さんになります。で、前からちょっと連絡を取ってて、なんか一緒にやれたらいいねということで今回実現しました。で、吉田達也さんは実は某コンビニのオーナー、日本の大手のコンビニのオーナーをしてて、なおかつそのミスターゲイジャパンの企画の活動をしているという方ですね。はい。そして今回何をテーマに話しますかと言いますと、同性婚について、はい、になります。で、なぜそのテーマになったかと言いますと、実は達也さんが所属しているというか、ファイナリストに残っているそのミスターゲイジャパンで、同性婚賛同署名活動ということをしてるんですね。で、それで今時点で1万8000人の方から署名をもらってて、もうあと少しで2万じゃん。そう、すごいよ。そう、だからすごいこういう活動をさ、なんかいろんな団体がやってるでしょ。で、これがさ、もっといろんないっぱい集まってさ、いつかそのね、同性婚が認められる国になったらね、素晴らしいと思うよ。うちらはなんか自分の SNS のインスタグラムとか Twitter とかでもなんか共有したりし、署名も一応させてもらったよね。それで、今、そのミスターゲイジャパンで署名活動してる達也さんと、すでにイギリスで法律のもと結婚ができている僕らで、同性婚について話せたらいいなと思って、今回の企画が実現しました。僕らはイギリスのものなんですよ。で、達也さんは東京の方かな、いらっしゃるので、それでズームを通して話していこうかなと思います。第1回目のニコリョウサロンのゲストは吉田達也さんです。ようこそいらっしゃいませ。ということで、まず達也さんに簡単な自己紹介してもらって進んでいこうと思います。はい、お願いします。ミスターゲイジャパン2020ファイナリスト、セブンイレブンのオーナーをしている吉田達也です。今、LGBTQ の啓蒙活動を中心に活動をしています。よろしくお願いします。お願いします。で、今回なぜこのコラボレーションが実現したかと言いますと、先ほど言ったようにテーマが同性婚について話すということで、吉田達也さんが活動の一環で同性婚賛同活動というのをやっていて、で僕らもその活動を見てすごい共感して、もうぜひ何かできたらいいねっていう話をしててね、今回この企画が実現しました。テーマの中で質問が3つあってですね、まず1つ目が、パートナーがいない人が同性婚合法化になったらどうなるかっていうことなんですけど、実際達也さんはどうですか？その見て、その活動をしていて、それについてどう感じているのか。その結婚っていうのが法的に認められて、その LGBTQ でも結婚できるんだなっていうふうに思えれば、最初のスタートも、じゃあ僕も誰かと出会ってみたいっていうふうになる可能性があるんだなっていうことに、いろんな人の話を聞いて気づいて、やっぱりまだ言えなかったりとか、その自分自身が認められない人に対して、もしその同性婚っていうのが合法化されたら、僕も結婚できる可能性あるんじゃん。活動してるところにちょっと参加してみようかなっていうふうな流れになるんじゃないかなと思って、それが本当に今自分が感じているメリットだったりとか、みんなが変わるきっかけになるんじゃないかなと思って、今同性婚の署名活動を本気でやってます。できる環境で育って、例えばニックだったらイギリスでさ、もう同性婚もできたんでしょ。物心ついた時に選択肢があると考え方が変わるというか、もっと前向きになるんじゃない？自分自身ももし合法化してたら、言えたし、早くもっと自分はそうなんだ気づけたし、もしね合法化になったらそういうふうにその LGBTQ
LGBTQ の人にとってなんかすごいいい環境になるよね、絶対。刺激になると、認められたっていうふうに思えたら変わるんだなっていうふうに思って、社会で認められたイコール正しいっていうようなイメージになるから、きっとそうしたらもっともっと、ね、変わっていくんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ次に、同性カップルのパートナーがいる人にとってどんなメリットが起きるか。まずなんか、僕らが感じることは、こっち今法律上で的にはさ、結婚が認められてるでしょ。でもし日本で、僕らが住んでたらこっちに住んでるのと違うことっていうのは結構あって、実際に例えばもしニックが急に倒れてしまって救急車で運ばれる。そしたら僕は結婚した旦那さんだからその緊急治療室には入れるんだけど、日本だったら赤の他人だから家族としては認められない。合法化したら家族として輪に入れるよ。将来にとっては今はイギリスに住むしかないかな、もし同性婚が日本でもできたらうちらみたいな国際カップルの選択肢が増える、住めるようになるから。実際達也さんは日本に住んでそういうのを感じますかね。この間 YouTube で LGBTQ のことをしたんですけど、その時に話してて感じたのが、結婚っていう選択肢がないから長続きしない話を聞いて、最終地点が結婚っていうのがあると結婚してるんだからっていう風な形になるけど、それが今の日本にはないから何がゴールなんだろうとか、なかなか長続きしない人が多いよねって話をちょっとしてたので、確かにそれは感じますね。やっぱ結婚する時に自分の家族にも紹介しなきゃっていうなんかすごい意識が芽生えて、実はカミングアウトしたのはその結婚する時、自分の好きなパートナーになんかその紹介できないことがすごい苦しくて、自分は幸せになりたいと思ってからゲイになった時に、ゲイでも絶対結婚とかしてストレートの人たちと同じように絶対にそういう人生を送るって決めてたから、だからちゃんとその結婚の時にちゃんとクリアにしたって。だから次またね、実家に帰る時には結婚して実家に帰るから、その時はちゃんと旦那さん連れてきたよっていう風に言いたい。前はもう友達として紹介してたから、ね、そういうのもね変わっていくよね、意識として。ような実家に行く前に友達いたよというなんか振り回うことができるんだけど、多分これ以上もう演じることはできないかもしれない。もう愛がもう溢れてるからさ、もうなんかそれ以上のもそう、そうだよね。感動します。泣けちゃう。すごい感動。例えばメディアを通して同性婚っていうのができて、例えば、ね、お二人みたいに結婚したんだよっていう風に言うのを見れば、こういう人たちっているんだな、僕も結婚したいっていうようなきっかけに絶対になると自分は思うから大事だよねっていう。最後の3つ目が、その LGBTQ 以外のそのストレートの方々にはどんな影響があるか。結構今ダイバーシティ、多様性っていうのが日本の社会でも言われているんだけれども、実際自分は今セブンイレブンに入っていて、そのことを本部の方に言っても、そういう人やっぱりいるんですねっていうような、初めてですゲイですって言ってきた人は、そのセブンイレブン史上何十年とある中で言われたの初めてです、びっくりしたみたいなイメージなんですよ。まだまだ。例えば同性婚できましたよ、当たり前のように同性のカップルが目に見えて、メディアに出て、周りにいて、でその中に、会社の中にもいるんだよっていうことを知れたら、きっともっと価値観が増えて、日本の社会の生産性も増していくっていうふうに自分はずっと思っていて、LGBTQ の子って自分が感じているのはすごく感性が豊かで、才能がある子がすごくいっぱいいると思うんですよね。だけどそれが普通じゃないっていうふうに社会で言われてしまって、なかなか活躍できないでいるっていう風に見えているので、もしそれが同性婚合法化になって、いるんだよ、当たり前なんだよ、その子たちが活躍する場がすごく増えて、社会全体的にすごい大きなメリットになるっていう風に自分はずっと思っているので、ちょっと推し続けていきたいなと思っています。じゃあ同性婚ができたら日本はもっと自分らしくいられる社会になるかもしれない。どうしてもさ、自分らしくいくとやっぱ出る釘はね、叩くじゃない、絶対に。そうだからでもすごい勇気がいること。勇気がいる。だからこうやってね、こう梶谷さんみたいに、自分らしくさ、そんな叩いてくる人たちをパンってこう弾いてさ、いう人がもっと増えて、その同性婚が認められたら、ね、自分らしく生きられる人になるかもしれないし、これはあくまでも家庭だけどポジティブに考えたらそういうことが生まれていいことだと思う。実際になんか僕らが合法化してる、イギリスに住んでて感じる部分があるじゃん。今このイギリスは結構自分らしく
きましょうよみたいな、そういう活動結構強くなってるから、今ほらやっぱこうやってさ、されてない国、されてる国です。されてる国を見たらさ、きっとされてない国も将来的にはこうなるっていう、こうなるっていうか、その近しいことになるわけ。イギリス自体はそういうふうに自分らしく生きる社会になってるわけだから、日本もきっと自分ストレートの方も、LGBT の方もみんな含めてなんか自分らしく生きれる社会になるんじゃないかなと思うよね。そう願う。じゃあ今3つの質問、3人で今話して、じゃあ最後に達也さんから何か一言なんか思ってることを YouTube 見てる方に伝えてもらえたらいいです。ミスターゲイジャパンとして今同性婚の署名活動をしていて、本当に小さな一つ一つが大きな社会の変化につながっていくと信じているので、皆さんの小さな力をどうかお貸しください。ミスターゲイジャパンの署名は僕のインスタからも飛べるので、何かわからないことあったらぜひ DM ください。よろしくお願いします。でもちろん僕らの動画の概要欄の方にも署名ができる。お願いします。達也さんのインスタグラム全部貼ってしたいと思います。もしぜひ、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ね、じゃあ今日はミスターゲイジャパン2020年のファイナリスト吉田達也さんをお客さんとしてお呼びしました。はい、ありがとうございました。すごく面白かったね。いろいろ話せてよかった。ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。頑張っていきましょう。いろいろね。はい、ありがとうございました。バイバイ。はい、いかがだったでしょうか。最初のニコリオサロンだったんですけど、でもとても素敵な話そうだね。聞きましたね。私たちもいつかなんか日本、一応イギリスで結婚式を挙げたんですけど、そうだね。将来的にはそうお祝いというかね、わかんない。こっちでもしたから日本として友達とかね、お祝いしてもらったら嬉しいもんね。嬉しい。そんな感じで、ニコリオサロンの閉店の時間になったので、これでちょっとサロンをさせていただきます。はい。またね、次回、近いうちになんかまたちょっと気になる人がちらほらいらっしゃいますので、そちらの人をね、皆さんすべてイギリス関係とか、LGBT 関係だから、そちらのところに合わせて。サロンにお招きしたいと思います。はい。じゃあこれからもLGBTQ 関係とかイギリス関係とか、あとカップル関係を紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。その後、あとブログとか SNS の方もチェックしていただけると嬉しいです。それではまた次回でバイバイ。